わ、真ん中えぐ。今回の旅は西アフリカギニア東部に位置するゼレコレ州を巡る7日間のまとめ。未舗装の道に絶句しながらやっとの思いで着いた町で偶然にも家に招いていただいたり、初めて食べるアフリカ料理は今回も数多く、中でもアイスが美味しすぎて毎日食べています。自転車旅でしか出会えない魅力の世界がここにある。それでは行ってみよう。あー、うまい。さあ、おはようございます。ここはシエラレオネからギニアに入って最初の村です。警察署の前でキャンプさせてもらって、午前中はねずっと雨降ってたんですよ。今も降ってるんですけど、それでようやく止んだ感じなので今から出発です。2023年7月14日午後1時、この日の前日、シエラレオネからギニアに入り、これから 400km のサイクリングを経てコートジボワールに行きます。ギニア入国にはビザが必要ですが、オンラインで取得する E ビザは有効期限が90日あり、その中であれば何度でも入国可能なマルチプルと呼ばれるタイプだったので、追加費用なし、再入国も問題なくできております。ボンソワ。雨の後やから川ができてますわ。ちなみに国道です。国道13号線みたいなやつです。7月のギニアは雨季真っ只中。オートバイでさえ運転が慎重になるほど、未舗装の道はさらに険しさを増していました。とその時、見て、これもう最低や。こんな緩いと思わなかった。これうわ、もう最低で、目の前事故ってる。なんかこのバンがモーターバイク当たったらしい。そんなことよりも俺ちょっともうこれ靴下あかんわ。終わった。最低こういう未舗装の道では水たまりや泥が多いので、靴下は履かない方が良さそうに見えるかもしれませんが、過去にそれで謎の虫に刺され、足にだけ大量の湿疹ができたことがあるので、マラリアや感染症対策も兼ね、なるべく素肌は出さないようにしています。履き替え。アフリカの人たちってさ、マジで声でかいんよ。ちっちゃな頃から大声を出すことに多分すごい訓練されてるんだと思う。そうじゃないとさ、6人兄弟とかの中で存在感保たれへんやろ。黒人の人たちの声帯は東洋人とか白人と全然違うって言いますからね。太い声が出るっていうかね、喧嘩のもう叫び合いを聞いてて、そんなこと思いました。これはどうやって攻略しよう。結構深い感じだったな。バイクの人見たらこっち側から行けへんかな。道を塞ぐほどの大きな水たまり。この深さがわからないのでいつも緊張します。さて、ここはどうだ。うっそ。マジか、そんな深いこっち。
また靴べちゃべちゃやし、くっそー。こっちかな。頼む。よし、越えた。30キロ移動すればゲケドゥという町に着き、舗装された道につながります。たった30キロ、普通なら2時間もあれば着く距離ですが、終わってみたら6時間もかかってしまいました。その原因がこの難関です。なになになに、次は何？マジかこれ。笑えるなほんま。うわ、真ん中えぐ。あかん、荷物外すわ。これ危ないわ。4往復して荷物外して、自転車を運ぼう。皆さん、もう一度言います。これがギニアの国道です。元がどういう道だったのか謎ですが、ここを通るしかない現地の人たちは本当に大変な暮らしだと思います。走り慣れているはずのバイクタクシーでさえこのありさま。自転車からカバンを外さずに行こうかとも思いましたが、やっぱりここの深さは異常のようです。サイドバッグが完全防水ではないのもあり、こうして濡れないように気を使ってはいますが、それでも後日カバンを開けてみると、そこにあった服が濡れて腐っていました。一番ひどかったのがカシミヤ 100% のマフラーで、動物が死んだ匂いがしてめちゃめちゃひどかったです。ガチで1時間かかった。これがアフリカですよ。これ再びやん。マジでもうええって。自転車からカバンを外す作業が面倒すぎて全然嬉しくない道でしたが、後になればいい思い出になっているものでもあります。しかし残念ながらここでカメラの電池がなくなってしまい、思い出深い道でしたが、ここから翌日までの映像がありません。もし機材が盗まれていなければ、この時も撮影を続けていけたなと、道の大変さよりもそれが悔しかったことも覚えています。暗いですけども、今朝8時です。おはようございます。カメラの電池もなくなってしまったので撮影できてないんですけども、今ここはゲケドゥっていうギニアの町です。夜8時ぐらいかな、なんとか到着してトウモロコシ食べてたんですよ。ストリートフードのやつね。そしたらね、地元民に声かけられて、今その方のお家にいるっていう感じです。めちゃめちゃ偶然。時々起こるこういうミラクルね。それが昨日の夜、ちょうどカメラの電池がなくなった後に起きました。いやー、最高です。なんかあと一泊していけみたいな感じって言われてて、はい、ちょっと久しぶりに洗濯とかもさせてもらう。もう靴下も全滅なんですよ。ひどいな。めっちゃ粘土やんけ。
粘りのある土は歯ブラシでやっときれいに取ることができました。そしてこの後朝食をいただきます。なんだろうねこれ。卵焼き。カメラ。アブドゥアラ。アブドゥライ。アブドゥライ。アブドゥライという名前のこの男性が昨晩声をかけてくれた人です。普段は小学校の先生だと言っていましたが、この時7月15日、学校はすでに夏休みに入っているんだそうです。夕方5時です。街をブラブラしようっていうことで出てきました。ガンビアを離れてから約40日間、毎日サイクリングしてきたので、1カ所で2泊するということが本当に久しぶり。それでこの日、およそ2ヶ月ぶりとなるビールを飲むことができました。久しぶりに飲んでるからかな、めちゃくちゃうまいです。I'm impressed. There are many domestic alcohol. You know what I mean? Plenty. All team, plenty. In Senegal? No, in Senegal, because in Senegal, Muslim, plenty. Muslim, okay. That part, alcohol ready. Okay. Alcohol ready. This part? For men. This part is fine, man. This part is fine. なるほど。地区によって違うんですね。面白いな。多分見ている人のほとんどは何の珍しさもない光景だと思いますが、この時バーでお酒を飲むということが本当に新鮮でした。まして観光客ではなく地元の人がお酒を楽しんでいる。その光景はモロッコからずっとなかったので、ようやくキリスト教徒が多いエリアに来たんだなと長い道のりを振り返ったのでした。Malo, Bantorim. Ingekano. ということで2泊お世話になりまして、アブドゥライさんの家を出発します。Merci beaucoup. Thank you very much. Goodbye. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you. 最初ね、夜で表情も全然見えんくて怖かったんですけど、結果的にはめちゃくちゃいい人たちでした。ありがとうございます。洗濯久しぶりにやった。で2泊したので、まあ距離はその分走らないといけないんですけども、疲れは完全に取れた感じです。洗濯できたのがでかいな、やっぱり。はい、それではコートジボワール国境まで300キロぐらいあります。アスファルト最高、快適やなマジで。暗いけど取れとるの。ゲケドゥを出発して90キロ、マセンタという町でストップしてヨーグルト味のシャーベットを食べていたら、子供たちに元気をもらいました。たくさん元気をくれてありがとう。この後適当な場所でキャンプして朝9時です。コートジボワール国境まで残り200キロ。今日はその半分を目指してサイクリングします。その前に朝食です。
これはインゲン豆のシチューで、現地語ではトゲボーレと呼ばれます。オレンジ色っぽいこの原料はパームオイルで、後で紹介しますが、この辺りはパームオイル生産がめちゃめちゃ盛んなエリアです。パームオイルの生産途中です。この黒いやつがアブラヤシの実。今すごい匂いがしてます。この辺チーズっぽいですね。どっちかというと青カビ、ブルーチーズっぽい、ちょっと鼻に刺さるような匂いがしております。この辺りはパームオイル生産とバナナ、露店を見てもそればっかりですね。パームオイルとは世界で最も消費されている植物油で、アブラヤシという木の実から生産されます。絞ってすぐのパームオイルはベータカロチンが多く、オレンジ色でドロドロしていますが、それを精製することによって無色でサラサラした油になります。西アフリカの料理はパームオイルによるオレンジ色したものが多く、各家庭には欠かせない食材の一つです。こっちにもアブラヤシがなってますけども、本当にこの辺りはアブラヤシがめちゃめちゃ多いです。そしてバナナ。さあゲートです。ゼレコレというこの今いる県州の最大の町に着きました。カカオ。コートジボワール国境まであと100キロとなりました。ここでいくつかおやつを食べて休憩しようと思います。まずはこちら。どこで探してもここ以外で見つけられなかったトレゾールという奇妙なジュースです。今検索してもらってる。トレゾールとはフランス語で宝物、英語のトレジャーにあたる言葉ですが、実はこの飲み物検索しても全く情報が出てきません。そこでギニア在住の日本人ユミさんに質問してみたので、その回答をここでシェアします。こんにちは朝日さん。トレゾール、私も見たことはありますが飲んだことはありません。それでギニア人に聞いてみたんですが、結論から言うと海の中の生き物が吐き出したものだそうで、その生き物の名前は分かりませんでした。丸くて平べったくてフライパンより大きくお皿みたいな形らしく、エイかなとも思ったけど尻尾はないというので謎の生き物です。で、それをバケツに入れて水に浸しておくと体内のものがそこに吐き出され、それに砂糖を加えてトレゾールになるそうです。強烈な炭酸は自然にできるもので、便秘解消が期待できるということで、ギニアの人々はお薬的な感覚で飲むと言っていました。ということでユミさん、回答ありがとうございました。飲んだ感想を言うと、黒酢サイダーっぽい味で普通に美味しかったです。正直もう一回飲みたかった。ということで次のおやつです。恒例のヨーグルトアイス。ジェレムこれめっちゃうまい。この時後ろにあった大きなピンク色の袋が気になりました。ギニアコーヒー。Guinea coffee. You want to take a picture? おー、コーヒー、カフェ。Guinea coffee. Café maté si bois. ウィウィウィ。ギニア産のコーヒー豆ということで、せっかくなのでエスプレッソをいただきます。そういえばモロッコを離れて以来、このようなコーヒースタンドを見るのが久しぶりです。さてギニア産のエスプレッソ、そのお味は？いや、初めてギニアに来てコーヒーうまいと思った。これうまいわ。この言葉の通りです。アフリカに入ってからモロッコでは本物のコーヒーも飲めていましたが、その後のモーリタニアやセネガルではアタヤと呼ばれる甘いお茶が主流で、
コーヒーは売っていないことも多く、あったとしてもインスタントばかり。それでしばらくコーヒーから離れていたのでした。しかもここのコーヒーは炭火の香ばしさも相まって本当に美味しかったです。Thank you very good。さて、ゼレコレ出発します。よいしょ。翌日、ゼレコレから40キロ進み、ローラという町でランチ休憩。この日、ずっと気になっていた丸い団子のようなものを食べてみます。ギニアではトウまたはトーリと呼ばれ、キャッサバなどの芋を原料にしたお餅のような食べ物です。実はこれ、アフリカのいろんな国で食されている超メジャーな主食で、呼び名が各地で違います。フフ、プラカリ、ケンケ、バンクー、シマ、ウガリ、アカサなどなど、どれも見た目は丸い団子状になっています。原料はキャッサバの他にトウモロコシ、ヤムイモ、タロイモ、プランテーンなどが使われ、キャッサバの割合が多くなればなるほど独特の酸味が出て癖が強い味になるイメージです。さて、そんなトウのお味は？泡か冷え、なんかそういう穀物をふやかして団子にしたような感じですね。美味しい。穀物。そしてトッピングした鶏の指、これはどんな味がするんでしょうか。っていうかこの足、鶏皮みたいな感じやけど、大して食える身がないな。鶏皮よりはもっと脂っこい。ということで、とても美味しいランチだったんですが、やっぱりお米を食べないと何か物足りない感じもありました。それでは再出発。コートジボワール国境まであと50キロです。道は舗装されててよかったです。そして目の前に広がる山、これがギニア世界遺産ニンバ山です。ニンバ山とはギニア・コートジボワール・リベリアの国境に位置する山で、標高1752メートル、この辺りでは最も高い山です。2000種類を超える動植物、固有種や絶滅危惧種も多く生息しているため、原生自然保護区として現在は旅行者の立ち入りは禁止となっています。ただ、ギニア側、コートジボワール側では世界遺産に登録されていますが、なぜかリベリア側だけはその扱いが違うところが、この山について少し闇を感じる部分です。豊富な鉄鉱石が眠っていることから、リベリアでは鉱山鉄道が敷かれ、国営化され、大規模な採掘事業が展開されてきました。また、1990年代に起きたリベリア内戦では、多くの人々が住処を追われ難民となり、国境近くのジャングルで山岳地帯という好条件からニンバ山で身を隠していたそうです。しかし内戦終了から20年経った現在もリベリア側で世界遺産に登録されていないことは変な気がします。あくまで個人的な想像ですが、採掘事業の利権が絡んでいるのか、何かの密輸ルートになっているのか、そんなことを考えながらサイクリングしていました。パイナップルって種ないんかな。どうやって反映させてんねやろ。いただきます。いやマジでさ、パイナップルうますぎて明日用にもう1個買っといた。35円やでこれ。コートジボワール多分こんな値段で買われへんと思うねんな。はい、おはようございます。今朝の9時です。ここはギニア端っこですね。もうコートジボワールの国境手前のンゾーっていう村です。ここが大きめのマーケットでいうと最後の場所で、国境まで10キロらしい。今日は
コートジボワール入国なんですけども、まず朝食をいただきます。朝食です。ブレックファースト。コートジボワールの国民食アチェケです。この後80回ぐらいこれを食べるので、詳しくはまた後で解説しますが、それくらいハマった料理アチェケの記念すべき初実食がこの日です。うめっ。何これ、めっちゃうまいな。塩とビネガー効いてる。これで5000フラなので80円ぐらいです。おー、ここ甘さ控えめ、酸味強め。うまい。それにしてもうまいな。もうこれうますぎてさ、次いつ食えるかもわからんし、2個目。朝からヨーグルトアイス2個目よし、それじゃあ出発です。国境まで10キロ、コートジボワールに行きます。ギニア側のイミグレーション、国境着きました。ボンジュー、ボンジュー、オーケー。さあ、ギニア出国審査通過です。コートジボワールの入国審査、国境に行きます。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ギニアの旅を振り返るといろいろあったけど、一番の思い出は雨季のギニア未舗装の道です。正直この先の国コートジボワールやガーナはギニアより発展しているので、道の面白さで言うとやっぱりギニアは最高でした。さて次回はコートジボワール編。実はこの後の入国審査で初めて賄賂を支払うことになってしまいます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。